ニメや漫画、ゲーム、音楽から旅やグルメまで、あらゆるコンテンツの最前線をビジネスの視点で取材・検証するビジネスエンターテイメント。コンビズコンテンツビジネス情報局。日本をはじめ世界各国から発信される最新のコンテンツビジネス情報をお届けするコンビズコンテンツビジネス情報局のお時間です。今回ご紹介するのはこちら。はい、私コンテリホコが取材してきました。今回はアニメ、ビューティーからスポーツまで幅広いコンテンツをご紹介します。最初に紹介するのは沖縄アニメーションフェスティバル2025です。南国リゾート沖縄を新たなアニメの聖地にをコンセプトに、観光客の増加やビジネスの拡大など新たな展開を見込んで開催されたファンミーティングイベントです。声優やスタッフの皆さんが集結して大盛り上がりの2日間でした。今回はアニメ業界の方々にもお話を伺いました。では早速ご覧いただきましょう。 VTR コンビズ。力強い琉球太鼓で始まった沖縄アニメーションフェスティバル2025。南国沖縄の地で初めてのアニメーションフェスティバルが幕を開けます。2025年1月18日19日の2日間、オイスト沖縄科学技術大学院大学で開催されました。今回のイベントは日本が世界に誇るアニメ文化や沖縄独自の文化、豊かな自然環境等を体験。どうぞ。テープカットとともにスタートしました。会場には多くのファンが集まりました。オープニングステージは話題の作品 SK8 です。 SK8 は沖縄を舞台にスケートボードレースに熱狂する高校生たちが友情やライバルとの戦いを通じて成長していく物語。やっております畑中佑です。はいさーい。ランガを演じております小林明です。はいさーい。やっぱあれだよね、やっぱり小林さんが危機として演じてくださるので、本当にもうお腹いっぱいです狂気を感じたよね。そうですね。めちゃめちゃ怖かったんだよ。めちゃめちゃマジで本当に叩きつけられてるかのよう。そうもう本当にいたぶってやるぜの。音響監督の三間正文さんも加わり、制作秘話が語られました。内海監督もプロデューサーたちも誰も知らないでキャスティングしたんですよ。おお。お腹空いてない？美味しいケーキあるんだけど。それではネタバラシしないんで言ってください。そう全部終わって、その福島さんがお帰りになるときに、はい、福島さんちょっとって言って、内海監督です。畑中佑の母です。SK8 を制作したボンズの南さんにお話を伺いました。やっぱり沖縄の文化、独自の文化というのがやっぱりアニメーションとすごくマッチするっていうのをすごく肌身に感じていてですね、作り手側も刺激を受ける場所であるというところで、ぜひアニメーションを楽しんでもらっているお客さんもぜひ沖縄に来て、沖縄でアニメーションを一緒に楽しんでもらえる場っていうのができたっていうのは本当に嬉しいと思ってます。独自の文化を持つ沖縄でアニメファンと作り手が集い、新たな交流が生まれます。別室では音響監督の三間正文さんと声優の三浦千雪さんによるアフレコ体験が行われました。まずはプロの収録現場を再現してくれました。怖くなんかないよ。僕の名前はガンプラ君。僕の名前がザクプラ君。喋ってる相手の顔はどこら辺にあると思ってる？高い位置にある。そうだよね、高い位置を意識してやってましたか？普段もこんな感じです。親父にもぶたれつことないのにってリアルに言わせたのかいよいよアフレコ体験です。おーい、そこの少年、おーい。
自分を分かってもらいたいからちゃんと丁寧に伝えて、今焦ってる。アフレコ体験を通してアニメ制作の魅力や奥深さを実感できる時間となりました。さらに別室では南正彦さんと大山行さんによる特別対談が行われました。1巻あたり10万部売れてます。100万部売れてます。そしたら10万人のお客さんいます。オリジナルの場合は0人です。0人に見てもらう作品を作るということで、つまり原作を作るのと同じような、労力をかけて作り出していってるのが、オリジナル。続けて世界における日本のアニメについて語ってくれました。劇的に変わってきたのが10年前ぐらいに、日本でいうとNetflixが、そこに続いて Amazon であったりとか、ここからやはり配信の時代に入っていって、そこがもう、国内と海外シームレスになっているというか、海外の日本のアニメファンってものすごい増えましたよね。その自分が好きになったタイトルをすごく愛してるよっていうのをオープンに出してくれてるっていうこともなんかびっくりしたりしましたね。世界中のファンに愛され、日本のアニメがますます広がっていることを実感する対談でした。ホールでは転生したらスライムだった県の声優たちによる公開コメンタリーが開催されました。3話の時は70話にこうなるなんて思わない。まさかあいつとドッキングする日が来るとは。小林さん、ランガのこの役がある週なんですけど、日本語を喋らずに帰っていくみたいな週があったりするんですよね。鳴き声だけで終わっていく回とかがあったりしたと思うんですよ。その中で久々にランガがしっかりとランガとしてたくさん登場して飛ばすので、すごい嬉しくなりましたね。第1回ということは第2回第3回とできれば、嬉しいなと思いますし、それとぜひ海外の人にでもですね、これを機会に、沖縄に来てもらって、沖縄の、海と空と文化を楽しんでもらいつつアニメーションも楽しんでもらうみたいな、イベントになっていければと思っています。沖縄の観光地といえば夏のイメージだから、アニメを通じて夏以外の季節でも多くの人で賑わうのが期待できそうですね。続いては文化服装学院の学生たちのファッションショーと化粧品ブランドのチフレがコラボレーションしました。老舗ブランドと未来を担うアーティストやデザイナーとのマッチングです。早速ご覧いただきましょう。 VTR コンビズ。2025年2月22日、文化服装学院の卒業制作賞 PS プレゼントストーリーが開催されました。歴史ある化粧品ブランドチフレがこの賞とコラボレーションすることで新たな可能性が生まれました。チフレは長年にわたり安心して使える化粧品を提供してきました。しかし時代とともに美の在り方も変化し、若い世代への新たなアプローチが求められています。コラボレーションについて双方にお話を伺いました。今学びのツールがいっぱいある中で、なかなかじゃあ学校に来る意味って何なのか、学校が提供できる価値って何なのかって思った時に、一人個人ではたどり着けない、場所であったり体験であったり機会であったりというところに、そういうところを提供するっていうのが、学校に、求められている役割であるなっていうふうに思って今いますので。我々はなかなか歴史は長いんですけれども、その若年層世代に対してのアプローチがなかなかうまくいってなかったところもありましたので、今回のコラボレーションを通じて若い方たちにファッション×メイクの楽しさというのを知っていただくお手伝いをしたいなと思いました。 PS プレゼントストーリーは卒業する学生たちの集大成。テーマはつながりと優しさ。これまで支えてくれた人々への感謝と未来への一歩を象徴しています。今回のショーではチフレホールディングスの協力のもと、学生たちがチフレの化粧品を使用し、ブランドごとの世界観に合わせたメイクを考案しました。こんなに発色いいと思ってなくて、オレンジが一気に入ってパッて明るくなったので、とても映える化粧ができてすごいテンション上がります。
発色がいいので使いやすいです。結構もう白いシャドウを全体的に広く塗ったりだとか、あとそういったちょっと派手なメイクが多かったんですけど、チフレさんから今回提供していただいて、でその概念を破るようなメイクをできたと思うので、いい経験になったと思います。メイクの監修を担当したチフレの美容研究家の方にお話を伺いました。本当にベースメイクからもうポイントメイクまで全て学生の皆さんには使用していただいております。皆さんがすごい若い力が大きいなっていう印象があります。もう皆さんがすごい独創的なメイクをですね様々されているので、私たちもすごくメイクを教えながら勉強させていただいているという印象です。インプットするだけじゃなくてアウトプットする、さらにはコラボレーションすることによって、評価フィードバックをいただけるっていうところで、よりリアルな学生が考える機会になり、成長の機会になってるなっていうふうに思ってます。来場者にメイクショーの後には来場者のモデルと同じメイクを体験できる特別なブースも登場。メイクをするのはチフレの講師の方。チフレの製品を使った新しいメイクを実際に体験できるこのコーナーは多くの人の注目を集めました。この展示はメイクレシピ画像、実際にショーに出たモデルのメイクを画像にコラージュしたもの。こちらが今若年層を中心にインスタグラムで流行しているものになります。でこちらの写真を撮っておくだけで実際にモデルさんがどんなメイクをしたかっていうのが分かるので、実際に店頭で購入して真似しやすくなっております。ファッションとメイクが一体となった華やかなランウェイ。文化服装学院とチフレが生み出した新たなクリエイティブな形。今回のショーの企画長の学生さんです。ご提供いただいたものを使ってより可愛さなら相乗的に可愛さとして前面にお客様に伝わるような可愛さになったりとか、神秘的なら白まつげだったりとか透き通るような肌でより神秘的な感じになったので、めちゃめちゃ大満足というか、とてもいいメイクとファッションとのショーになったんじゃないかなと思っています。今回学生さんに全てメイクを考案していただいたんですけど、実際に目元に使うアイシャドウをチークとして使っていただいたり、リップとして使っていただいたり、今までチフレにはない発想、斬新なアイデアをたくさんいただいたので、これを分析して私たちの今後に生かしていきたいなと思っております。個性あふれるデザインとそれを引き立てるメイクが観客を魅了しました。ファッションとメイクが織りなす無限の可能性、その未来への第一歩がここから始まります。いや、実は私もチフレさんの化粧品ですね、学生時代使っておりまして、拭き取り化粧水とか懐かしいなっていう気持ちで見てました。今でも使ってる商品があって、また使いたくなりましたね。続いては福島の復興を目的とした福島早々復興推進機構が手掛ける取り組みをご覧ください。一つは大学生が観光によるまちづくりの活性化プランを競い合うコンテスト、大学生観光まちづくりコンテスト。もう一つは同じく福島で開催された年齢性別を問わず楽しめるスポーツ、モルックを通じて地域を盛り上げるモルック福島浜通りオープン in J ビレッジ2025を取材してきました。 VTR コンビズ。2024年9月13日福島県富岡町で開催された大学生観光まちづくりコンテスト。全国112チームの中から選ばれた精鋭たちが地域の未来を開く観光まちづくりプランをプレゼン。その中から見事最終選考を勝ち抜いた3組が決定しました。準グランプリは東京経済大学青木ラボ3、千葉大学東京大学黄色い小鳥、そしてグランプリに輝いたのは明治大学トリプル B。 そしてここからは新たな挑戦。学生たちは自らのプランを実際の市町村に届けるために現地へ向かいます。黄色い小鳥のプレゼンは福島県広野町役場で行われました。具体的にはまず町に入る動機づけとして童謡の町のメロディーロード。黄色い小鳥が提案したのは
広野町の魅力を生かした新たな観光プラン。車が走るとメロディーが流れるメロディーロード、周遊型のバーベキュー体験、広野の葉を使ったお茶の開発など、地域の資源と人をつなぐアイデアを発表しました。そこでプロジェクトを進めるにあたり、よそ者の大学生が旗振り役となって、続けて学生をハブにして地域のキーパーソンがつながる仕組みを提案しました。交流の場を作ることで新しい観光や地域の活性化につなげる狙いです。放射線に伸びた図、あそこがやはりよく研究されてるなっていうふうには感じました。ただなんですか、プレゼンするんではなく、そこを実際に回していく、そこの実行に移すようなところまで踏み込んだ提案だと思ってございます。富岡町にプレゼンするのは東京経済大学チーム青木ラボ3です。富岡町で私たちは過ごしやすい気候、世界のような景観、とても広い空き地を発見しました。そのような中で外遊びをしている子どもがいないということに気がつきました。町の活気を取り戻すために彼らが注目したのは遊び場でした。青木ラボ3が提案したのは富岡プレイヤーの創出という新たな取り組み。子どもたちが楽しめるマイナースポーツを取り入れ、町全体をフィールドにするアイデアです。スタンプカードや遊びのルートで運動を促し、関係人口を増やします。さらにマイナースポーツの大会を誘致し、町のにぎわいを生み出すことを目指します。学生さんたち的確な課題を捉えてですね、それをしっかり実現できるようなプラン作りをして、その発表だったなっていうとてもいいプレゼンだったと思います。明治大学チームBBBがプレゼンするのは大熊町です。プランのターゲットは関東圏在住の小学校1から3年生の子どもを持つご家庭です。チームBBBが提案したのは絵本をテーマにした体験型プログラム。関東圏の親子を対象に大熊町の歴史や自然を学び、絵本を創作する2泊3日のツアーを企画しました。1日目は大熊町の見学ツアーと、夜は星空鑑賞。2日目と3日目は大熊町のキウイの枝葉を使って染めたブックカバー作成。そして大熊町の児童のための施設である学びや夢の森での絵本の創作。町に絵本を残し、再び訪れた子どもたちが何度も足を運ぶ仕組みを作る。大熊町を絵本の町として新たなつながりとにぎわいを生み出します。読書の町大熊っていうふうに昔から取り組んでたんですけれども、そこも切り口としてねやっていただいたっていうのが大変ありがたかったなと。ありがとう大熊。BBBの活動はすでに始まっていました。多めに作ってプレゼンの後、学びや夢の森でキウイのつるを使ったリース作りのワークショップが開催されました。その2週間後、東京の原宿エシカルデザインウィーク東京2024でBBBによるリースの販売や絵本と夢の森プロジェクトの展示が行われました。エシカルデザインウィークとは、人や環境に優しい未来を考え体験しながら学べるイベント。大熊町の物産販売やBBBによるリース作りのワークショップも行われ、多くの人がその思いに触れました。若い視点で地域の未来を考える、そんな挑戦はまちづくりの新たな可能性を広げています。福島を訪れた学生たちの経験は新しいまちづくりの種となり、これからも広がっていきます。今年で2回目の開催となるモルック福島浜通りオープン in J ビレッジ2025が2月16日に開催されました。今回は全国から128チーム約350名が参加し、前回の倍以上の盛り上がりを見せています。
ぜひですね、前回の大会よりもこう見渡しますと、全国のだいぶトップランクの方もたくさん参加しているようですので、どうぞ一日楽しんでいってください。どうもありがとうございます。14度あるということで、そして大会の司会を務めるのはコンビズ推しコンのナレーターとしておなじみの佐竹美希さん。モルックはフィンランド生まれのスポーツ。モルック棒を投げてスキットルと呼ばれるピンを倒し、先に50点ちょうどを取ったチームが勝ちとなります。県外から参加したチームの方に聞いてみました。私は去年1回この大会に出て、とてもよくて今年もあるっていうことで来ました。新人2人を誘ってきました初めてです。私たちは初めてです。いつも練習してるのはこんな立派な施設ではなくてグラウンドとか、芝生とかでやってるんです。投げ方は下手投げなら自由。個人でもチーム戦でも楽しめるのが魅力です。福島モルッククラブ会長の藤田さんにモルックの魅力について伺ってみました。会場を見ていただけると分かると思うんですが、小さいお子さんから年配の方々、そして男性から女性まで多くの方々が同じステージで同等に戦えるというのがモルックの魅力だと思います。モルックの場合は終わったら帰ってしまうじゃなく、地域を巡ってくれるというのがモルックの参加者の特色なので、そういったところでは地域貢献も寄与していると思います。東日本大震災から14年、福島浜通りでは新たな交流と活力が求められています。この大会はモルックを通じて人々をつなぎ、笑顔を生み出す場として開催されました。郡山から参加したご家族です。私が大熊町の出身で、もともとで実家に戻って、実家で今日15年ぶりに家に泊まって震災前ぶり感慨深くて、子供たちで初めてだったので、なんか同じ家族で子供も大人も同じチームで試合ができるスポーツってなかなかないので、これがきっかけにたくさん来る機会が増えたらいいなと思いますね。そして決勝戦、今回の大会見事優勝を勝ち取ったのは日本ドジャース。世界大会出場経験を持つメンバーの実力が光る試合でした。なんて言うんでしょうね、モルックの、波が来てるというか、ブームがこの地域に来てるのかなという、福島浜通り、今大変モルック熱熱くなってます。ぜひモルックを楽しみに、そしてまた福島の美味しいものや今の福島を見ていただくということで、たくさんの方に来ていただければと思います。お待ちしてます。モルックを通じて広がる新たな交流、次の開催も楽しみですね。地元の方と県外の方が交流できるなんて素敵ですね。今後もどのような盛り上がりを見せていくのか、今から楽しみです。ラブライブサンシャイン沼津市アニフルふるさと応援くじの情報をお届けします。 VTR コンビズ。2月20日、静岡県沼津市役所でアニフルふるさと応援くじの売り上げの一部が寄付される贈呈式が行われました。アニフルふるさと応援くじはアニメや漫画の聖地を応援するコンセプトのオンラインくじです。売り上げの一部はアニフルから企業版ふるさと納税として自治体へ寄付されます。今回の寄付先はラブライブサンシャインの舞台である沼津市。自治体からも高い評価を受けており、継続的な地域貢献の模範となっています。沼津市にとってラブライブサンシャインのファンの方っていうのはですね、その聖地だけではなくていろんな場面にいろんなところに関わっていただいて、それをきっかけに移住されている方がかなりまでいらっしゃるということ、そういった方々のパワーっていうのはですね、やっぱり改めてすごいなというふうに。これまでにもラブライブサンシャインは沼津市の観光振興や地域活性化に貢献してきました。今後もこのつながりがさらに広がることが期待されています。檜山さん、今日はいかがでしたか？
チフレの化粧品を見てまたチフレでメイクしたくなりました、チークとか発色が可愛いんですよね。発色綺麗でいいよね。アイシャドウとか何色使ってるの？オレンジとかかな。オレンジ今可愛いよね。リポコちゃんに似合いそうな色だもんね。ありがとう。ということで次回の今月もお楽しみに。それではさようなら。